どうも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃーん。こちらがですね、FC フライトコントローラーとゲーム、モーター4つですね。こちらを、チューン RC さんという FPV ドローンのパーツのメーカーさんですね。からご提供いただいたので、こちらのパーツを使ってちょっと機体を組んでいきたいと思います。チューン RC さん、ありがとうございます。でですね、なんと今回、プラス、チューン RC さんのステッカーですね。こちら。と、なんと、お手紙が、見てください。お手紙が入ってました。すごく嬉しかったです。ありがとうございます。ということで、3.5 インチの機体の組み立てですね。早速やっていこうと思います。で、まずはそれぞれのパーツですね。ちょっとどんな特徴があるのかっていうのを一つずつ見ていこうと思います。ではですね、まずこちら、チューン RC さんのホームページになります。で、早速今回ご提供いただいたこちらですね。この FC、ドーンと載ってます。で、おすすめですね。として載せられているこの3点が今回ご提供いただいたこの3つになります。じゃあ左から順番にですね、FC からちょっと中見ていこうと思います。ポリ F405、2から4セル用の FC になってます。お値段は 56.7 ドルです。で、特徴をちょっとざっと見ていくと、これですね、オリジナルのポリ F405AIO がより良くなりましたと書かれています。で、特徴としては、この V2 はポリ AIO に対してより簡単にハンダ付けだったり操作ができるように、そしてパイロットのニーズに応えるために、いくつか改良点があります。で、4つですね、書かれているので順番に見ていくと、まず1つ目がバッテリーリードやコンデンサーのハンダ付けパッドが大きくなってアクセスがしやすくなりましたというところが特徴になってます。で、2つ目がブラックボックスのフラッシュメモリが 4MB から 8MB にアップデートしています。なのでパイロットはより多くのフライトデータを記録できて、で調整がしやすくなるといったところ書かれております。で、3つ目が新しいインバーターが使われてます。で、ジャンパーのパッドに接続する必要がなくなり、S バス受信機を UART4 に接続するだけで OK です。配線の仕方が簡単になったとかそういう感じですかね。で、次が 3.3V の LDO が低ドロップアウトレギュレーターですねの電流が強化されて、電源供給が大幅に改善されました。電気が流れやすくなったとかそういう感じですかね。といったところですね、改善ポイントになっているそうです。で、次ちょっと ESC ファームウェアに関する注意点が書かれてるんですけど、ブルージェイのファームウェアがバージョン 0.21 ですと。で、このバージョンでは前のバージョンであるバージョン 0.16 よりも起動時のパワーが低く設定されていますと。なので、もしモーターが回転しない場合は起動時のパワーを上げてみてください。で、設定方法はこのリンク先ですというふうに書かれています。注意事項ですね。っていうのと、特徴2点ですね、書かれてます。まず1点目が、軽量なトゥースピックだったりとか、シネフープに最適な FC ですと。で、使いやすく軽量で多機能ですと。大きなハンダパッド、合理的なレイアウト、アクセスしやすいバッテリーリード。これらの特徴により、ハンダ付けだったり操作が非常に簡単になってますと。また 8MB のブラックボックスフラッシュメモリを搭載しているので、より多くの飛行データを記録できますと。で、さらに UART5 箇所搭載しているので、 UART の不足に悩まされることもありませんと。で、トゥースピック、シネフープ、ロングレンジ機のいずれをビルドする場合でも全てのニーズをカバーしますということです。かなりの自信作というのがちょっと見て取れますね。で、次が、推奨のビルド設定ですね。この FC は軽量な3インチの 250g 未満のビルドに適していますと。モーターが1102から1104と1202から1204、1303、1404のモーターをサポートしてますというのと、こちらがサポートする最大のモーターは1404
で、6000kV のような高 kV のものの使用は避けてくださいと。で特に1404モーターの4セルの組み合わせでは、コンデンサーを直接ハンダ付けパッドに接続することを強くお勧めしますという、結構優しいですね。ここに書かれた範囲を守ってればモーター燃えたりだったりとかっていうのはないのかなという気はしますという感じですね。あとはいろいろ書かれておりますと。でここにダイアグラムですね、ここからダウンロードできるので、基板上の、どの位置が何なのかっていうのはここから資料をダウンロードして確認していきます。こんな感じですね。どことどうつなぐみたいなところもこれを見ればわかるかなと思います。セッティング方法も書かれてますね。であとは入ってるのが、開けちゃいますか。じゃじゃーん、 FC ですね。緑の FC が1つ、こちらと XT30 のピークテールとコンデンサーですねと、6つの間に入れるゴムのやつですねが入っております。こちらです。ではお次はモーターですね。1104-3600kV のブラシレスモーターになります。こちらですね。1つが $10.8 になります。で特徴を見ていくと、3インチの3から4セルの軽量ビルド用に特別設計されたモーターになります。で3インチ4セルのセットアップでは、このモーターは速さと敏捷性、そしてキレのあるレースだったりフリースタイルフライトに最適です。でもしあなたがより、長時間飛行したい時は、3インチ3セルのセットアップにこのモーターを組み合わせると、飛行時間とパワーのバランスが取れた、飛行が可能になりますと書かれてます。で次がモーターの作りのところですね。耐久性を高める段付きシャフトと高いステーター設計で、フライトでクラッシュっていうのは避けられません。そうですね。で耐久性の高いギアを使用することで、ドローンの周囲時間を大幅に削減できます。そういうわけで、このモーターは段付きシャフトと高いステーターの設計を採用しています。ちょっとよくわかんないですねけどなんかすごく考えられたモーターだということです。で段付きシャフトの設計はモーターの強度を高めます。またこの1104モーターは高いステーターの設計が特徴ですと。でシャフトとモーターの距離はより短くなり、ベルを小さくします。さらにモーターのボトムプレートは厚く設計されていますと。でこれら全てのデザインはモーター長く使うためにクラッシュに強いモーターですねを実現するというふうに書かれております。こだわり抜かれたモーターだということが分かります。でスペックが書かれていて、あとテストデータですね。でこちらは中に入っているのはシンプルにモーター一つだと思うんですけど、ちょっと開けてみますね。開けるとモーター止めるネジですね6つとモーター本体ですねが1つで、シンプルな感じですねになります。では最後にこちらフレームの紹介です。こちらが 3.5 インチカーボンファイバーフレームです。アームは分かれたものになります。でお値段は $12.9 になります。で特徴としては赤字でまずキャノピーが入ってないよなんで、この辺のキャノピーを買う必要があるというのが書かれていますと。でここからちょっと説明ですね見ていきたいと思います。この新しい 3.5 インチフレームは軽量で静かかつ敏捷な 3.5 インチ2スピックビルド用に特別に設計されていますと。で25.4mm×25.4mm のマウントパターンの AIO ボードで 9×9mm のマウントパターンのモーターに対応していますと。重量はわずか 18.6g で4本のアームと2枚のプレートとハードウェアで構成されていますと。でアームがそれぞれ1本ずつ分かれているアームのデザインによって
メンテナンスが簡単で低コストです。バッテリーストラップをフレームに通すための専用スペースが確保されているので、すっきりとした外観にすることができますというようなことが書かれています。こんな形のフレームですね。で、赤字でフレーム組み立てのチップスコツですねが、ネジ止めるときは中強度のネジロック剤を使うことを強く推奨しますということが書かれております。で、その後が 3.5 インチフレームの組み立てガイドですね。アナログビルなんで、これ見て組み立てていこうと思います。ちなみにこれですね、ここ押すとこの組み立て方法結構親切に書いてあるので、これ見てやれば全然大丈夫なのかなと思います。で、あとは特徴ですねとおすすめのビルドパーツですね。こちらもちょっと開けてみましょうかね。じゃん。なんかこの箱がおしゃれですね。はい。で、中を見ていくと、バッテリーベルト1つと、アームが4本ですね。と、ボトムプレートとトッププレート2枚と、あとはネジ類ですね。になります。ちなみにですね、このチューン RC さん、現在割引セールやっていて、すごくお得にパーツが買えちゃうセールをやっているので、これだ。この 3.5 インチのフレームと FC とモーター4つと、なんとキャノピーセットで99ドルというセールをやっているので、結構お買い得かなと思います。で、こちらのセールいつまでか時期未定なので、気になる方は早めにチェックしてみるのがいいかなと思います。今回フレームと FC とモーター以外のパーツはちょっと私がうちからかき集めてきたパーツで作ろうかなと思います。キャノピーと受信機と VTX とカメラはこいつからちょっと分取ろうかなと思ってます。あとプロペラですね。ということで今回はですね、受信機双葉の受信機を使って作るので、設定も双葉久々に双葉の設定でちょっとやっていこうと思います。というわけでこの後、ドローンビルド組み立てしようと思ってたんですが、ちょっと思いのほか来るのに時間がかかって結構動画の尺が伸びちゃったので、今回の動画はここまでにしておこうかと思います。また引き続き組み立て動画、楽しみにしていてください。それでは今日の動画はこの辺で。バイバイ。